ゆっくりレ夢ムです。どもども、ゆっくりマリサだぜ。今回は、漫画、嘘食い、を解説していくよ。横浜流星さん主演で映画化が決定した。今話題の漫画だな。嘘食いは、週刊ヤングジャンプで2006年から2018年に、連載していた、ギャンブルを主題とした漫画だよ。ギャンブル漫画か。ライアーゲームとか開示みたいな漫画か。その通りよ。大金をかけてゲームをするような話ね。嘘食いは私の一番大好きな漫画だから、これを機にみんなに知ってもらいたいの。何十回も読み返した私が、独断と偏見で、嘘食いの魅力を解説していくよ。解説内容は以下の通りだよ。簡潔なあらすじと4つの、魅力を解説していくね。よろしく頼むぜ。普通の青年、カジはパチスロ店で、偶然、謎めいた男、まだらめバクと、出会う。パチスロの演出がわからず戸惑うバクに、カジはアドバイスし、その結果バクは対象する。カジの助言でも受けさせてもらった例に、バクは持ち前の人を欺く、力でカジの借金返済を、手伝う。その姿を見てバクに惹かれたカジは、バクと共に闇賭博の世界へ進んでいくことになる。秘密組織、かけろう、それはあらゆる賭博を取り仕切り、裏世界で絶大な権力を持つ巨大賭博組織。まだらめバクこそかつて、かけろう、の、メンバーを蹂躙した天才ギャンブラー、通称、嘘食い、であった。バクはかつてのかけろうトップを、かけた勝負で、失った大金と力を、取り戻すため、様々な強敵と勝負を、繰り広げていく。金と力を取り戻し、バクはかけろうトップの座を、再び奪い取ることができるのか。簡単なあらすじはこんな感じね。巨大賭博組織、かけろう、のトップになるため、金と権力をかけてギャンブルしていく話ってことか。そうね。本当はもっと奥の深い話だから、気になったらぜひ漫画を読んでみてね。嘘食いには20種類以上もの、オリジナルギャンブルが登場するわ。どれも細かく作り込まれていて、どう攻略されるのかをワクワクしながら読むことができるわ。20種類もあるのか。それは読み応えがあるな。でも、細かく作り込まれすぎて、内容が理解できない、なんてストーリーもあったりするの。私も、5回読んで、ようやく理解できたこともあったわ。そんなに難しいストーリーもあるのか。けど、そのストーリーが理解できれば、ギミックや表現の細かさに驚かされること間違いなしよ。そうなのか。よかったら登場ギャンブルを何か教えてくれないか？わかったわ。さすがに難しいのは説明しきれないから、簡単なのを一つ説明するわ。コインの幅寄せゲーム。5マス、10マスの両端にそれぞれコインを置く。先行後攻を決めて自分のコインを動かす。1回に動かせるのはどちらか1つだけ。コインは前か後ろに動かす。相手のコインは飛び越せない。両ラインを詰め、相手を動かせなくした方が勝ち。というゲームよ。なるほど。簡単にできそうなゲームだな。このゲームには必勝法があるのか？もちろんあるわ。自分で考えたい人は一時停止推奨よ。自分が動かすとき、常に相手とのコインの間隔が、両方同じになるようにするだけよ。つまり、先手が10マススラインを5つ動かせば、勝利確定よ。同じ間隔をキープすれば絶対に負けない。先手必勝の単純なゲームよ。なるほどだぜ。単純なゲームだから必勝法も単純ね。実際のストーリーでは、ある要素を加えて、イカサマ合戦をするゲームになっているわ。騙し騙される高度な頭脳戦ってことか。めちゃくちゃ読んでみたいんだぜ。この話はコミックス26巻に収録されているから、気になったらぜひ読んでみてね。ギャンブル漫画の面白さの一つは、攻略法を自分なりに考察しながら読むことね。嘘食いはストーリーを細かく読んでいくことで、考察がしやすい作りとなっているわ。ストーリー中のこの描写が実は攻略のヒントだった。みたいなやつだな。嘘食いは緻密なストーリー展開と描写によって、ストーリー中に多くの伏線が散りばめられているわ。伏線を探したり、考察したり、結末を知ってから、伏線を確かめたりと何度読んでも楽しめるんだよね。読むたびに発見があるってことだな。例として、血の境界しどじの部屋、というゲームでの伏線を挙げるわ。物語のネタバレを含んでいるから、知りたくない人は次の章までスキップしてね。このゲームは相手の持っている弾の数を、1から10の間で当てるゲームよ。交互に自分と相手の弾の合計値を宣言し、相手の弾の数を予想していくの。今回の例だと、男性が4個、女性が6個。第2ターンに女性が10を宣言し勝利ということだな。実際のゲーム上の進行は以下の通りよ。あるターンで相手の数を当てた場合、もしくは当てなくても予想できた場合、インターバル中に端末に正解を打ち込み、正解していればゲームに勝利よ。ターン中に正解するだけではダメってことか。加えて、ターン中は特殊な装置を装着する必要があるの。
そのため、ターンの前後で装置着用が行われるわ。だから、お互いのプレイヤーは1ターンごとに、ジャケットを脱いだり着たりしているわ。この画像は1ターン終了後のライバルの姿よ。実は、この画像に伏線が隠されているわ。気づくことができるかしら。全然わからないんだぜ。ヒントはジャケットのボタンよ。それでは説明していくわ。1ターン終了後、ライバルは、お前の数が予想できた。8、だ。と、勝利宣言し数字を入力しに行くわ。1ターンで相手の数が分かったのか。めちゃくちゃ強敵じゃないか。でも実はこの時、数を予想できておらず、作戦で適当な数を言ったことが後にわかるわ。相手を混乱させるために関係ない数字を宣言したということか。正確には違うけど、大まかにはその通りね。ライバルはこの時ジャケットのボタンを閉めていなかった。もう一度ジャケットを脱ぐつもりだったということね。つまり、この後もう1ターンを行うつもりだった。この時数が分かっていなかったというわけね。余裕を装っていたけど本当は全然余裕でなかった。ということがジャケットのボタンからわかるということか。そんな細かい描写に伏線が隠されているのか。この話はコミックス19巻から収録されているから、気になったらぜひ読んでみてね。嘘食いには、他のギャンブル漫画とは、決定的に違う点があるわ。それは、暴力がストーリーに深く関わっている、という点よ。暴力、随分物騒だな。自己防衛力、と読み替えるとわかりやすいかもね。こんなシチュエーションを想像してみて。ひ弱だけど頭の切れる男と屈強な男がポーカーで勝負をしているわ。頭の切れる男は持ち前の頭脳を生かし、連戦を重ね、1000万円もの大勝をするわ。けれど屈強な男はひ弱な男をボコボコにし、勝負をなかったことにしてしまうの。せっかく勝ったのに残念だな。ギャンブルに勝利する知力を持っていても、自分を守る暴力がなければ、真に勝利できない。ということね。デスゲーム系の漫画ではあまり取り入れられない。暴力によるちゃぶ台返し。嘘食いでは、こんな理不尽だけどリアルな、シチュエーションをふんだんに取り入れているわ。その辺のリアルさを追求しているところが嘘食いの面白さってことだな。嘘食いでは戦闘能力のことを、棒、と言い、棒、を持つキャラクターが多く登場するわ。それは、ボディーガードや勝負の立ち会い人、国家権力だったりするわ。これらの権力がストーリーに密接に関わり、話を面白くしているわ。ギャンブル、だけでなく、棒、の存在が、ストーリーを面白くしているってことだな。個性豊かなキャラクターたちの戦闘が、リアルに描写されているのも魅力の一つよ。例えば、警察 VS 立ち会い人。この戦いは車内で行われるの。車という日常的な空間で繰り広げられる。非日常的な戦闘はとても興奮するわ。あの狭いスペースでどう戦うのか、繰り広げられる超近接戦闘はとてもハラハラするわ。車内か、面白そうなんだぜ。この話はコミックス24巻に収録されているから、気になったらぜひ読んでみてね。嘘食いには魅力的なキャラクターがたくさん登場するわ。その理由は、豊かな個性を持ったキャラクターが多いのもそうだし、あ、このキャラクターかっこいい、となるシーンが多いのも一つの理由ね。キャラクターの魅力と、それを描写する表現力が高いということだな。どのキャラも大好きだけど全員は紹介できないから、一人だけ紹介するわ。例えば、このキャラクター。名前はキョンホ、ジョンヨ。裏世界の最強の護衛人でありながら、その姿を表に出すことはないわ。それゆえ、都市伝説の男、怪人キョンホ、ジョンヨと言われているわ。都市伝説と言われるだけあって、作中でも正体が明かされるまで19巻も要したわ。3年近くも正体が明かされていなかったのか。それはワクワクするな。そして正体は、目の筋肉をドーピングし、あらゆる攻撃を避けることができる男と判明し、作中最強の男であった主人公の仲間を、一方的に蹂躙していくわ。正体判明までに3年も要した謎の男、そして作中最強キャラを一方的に蹂躙する強さ。この設定が個人的にとても魅力的だと思うわ。謎めいた最強の男か、それはワクワクするんだぜ。他にも、平凡な男から天才ギャンブラーに成長したキャラや、眠ると凶暴化する米国大使館の三等書記官。喉から舌が出ている、全裸の船長なんかもいるわ。キャラが濃すぎるんだぜ。嘘食いにこんな魅力的なキャラクターが、たくさん登場するわ。気になった人はぜひ読んでみてね。今回は嘘食いの魅力を紹介したわ。まだまだ紹介しきれていない魅力もあるし、個人的な感想が多かったと思うわ。少しでも気になったらぜひ読んでみてほしいわ。そして一緒に嘘食いにハマってほしいわ。といった感じで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。